こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は乙女座新月日食2025年9月22日すごい大事というお話です。今この動画を撮っているのは9月の15日です。この時点でもう皆さん気づいていることがたくさんあると思います。2025年は本格的な風の時代への最後の移行期、そして特に食シーズンがそのハイライトになるっていうことを今年の最初にお話ししていたと思います。多くの先生術師が同じように話していました。その通りですね、ここ数日世界が動いています。日本もご存知のように、トップが脱落してきています。そしてフランスとかネパールとか次々と政府のトップに揺らぎが起こっていきます。起こっていますよね。しかもその原動力となっているのが全部民衆が声を出したことなんです。他の政党がというよりはもう私たちが自ら声を出す、動くということから起こってるんです。で、まさにこれ先生術の星読み通りのことが起こっている。ということはですね、宇宙の意図は一体どこにあるんだろう。ますます天体の動きに注目していきたいと思います。この動きによって先生術に興味がなかった人も本当ですね、言った通りになってますね。ちょっとやっぱり先生術の星の動きって参考にした方がいいですねって言い始めてる人も多くなってると思うんです。例えば今回フランスで起こっていることはフランス革命を思い出すという人が多いんですけど、これまさにフランス革命の時も冥王星は水亀座にいました。これ冥王星水亀座時代の力ですね。しかもこれ風と火のエネルギーっていうのがとても大事で、フランス革命の時は、冥王星が水亀座で、海王星が天秤座で、天王星が獅子座だったんですね。こういう風と火の連合でした。そして今年は海王星がお羊座、天王星が双子座、冥王星が水亀座という風と火のエネルギーが出来上がるとき、同じなんです。これって下から上なんです。火、風、下から上に登っていくというエネルギーなんですよ。だから目覚めよ民衆という、もうまさに改革のエネルギーなんですね。ということで、乙女座の新月図、日食、何を宇宙は私たちに求めているのか、そしてこの題にある通り、特に日本人、目覚めよっていうメッセージが強いかなと思いますので、話をしていきたいと思います。その前に、ここにたどり着いていただいた皆さん、ありがとうございます。ぜひ、この機会にチャンネル登録まだの方はしていただくと嬉しいです。それからコメント、何かね、こういうリクエストとか、私はクリスタルショップも経営しております。マニフェステーション術も、日本で登録商標をしている講座をいくつも持っております。なんかそのあたりで聞きたいことがあればコメント書いていただいたら、こんな時にはどんなクリスタルがいいですかとかでもいいです。なんかそういう動画をね、撮りたいと思いますので、よろしくお願いします。それからインスタグラムの方ですね、毎週必ず開運ライブを開いておりまして、そこで無料カードリーディングなんかも体験していただけますので、ぜひまだの方はフォローして、ください。それからノートもやってまして、そこには詳しい先生術のテキストなんかも出してます。そちらも興味ある人はぜひご覧ください。さあ、それでは早速ですけど、もうね、盛りだくさんなんで、ちょっと、もう早速、このね、チャートをお見せしたいと思います。一回チャートをお見せしますね。シェアします。今回の乙女座の新月図、一回これお見せしております。日本時間で朝4時54分ぐらいですね。で、これもうすごいチャートなんですよ。本当にすごいチャートなんです。ちょっといくつかピックアップをしていきたいと思います。話してるともう先生術クラスみたいに10時間とかいう話になっちゃうので、ピックアップしていきますとですね、まず今回、これ日本の東京乙女座の新月は1ハウスっていうところで起こる。で、ライジングっていうね、AC、ね、アセンダントのところも乙女座です。で、乙女座っていうサインの支配星は何かというと水星です。だから水星もどこかなと見ます。これも全部1ハウス。で、天秤座で新月とすごいくっついてるということ。これ日本の図ですから、日本人に対してのメッセージなんですね。自分自身のあり方とか健康、セルフケア、全部関係してます。自己管理、日常の整え直しっていうのはすごく必須なんですが、プラス支配性の彗星が、今回の新月は言葉、言うこと、話すこと、自分の思い、それを言うこと、それからそれを分析して情報伝達していくこと、こういうものがすごく
強くリンクしてます。だから自分がこう得た情報を分析して何が正しいか、そして私はこうだと思ったら今度はそれをまた発信していく。ですから今こうデモとか、がこう自発的な行動というのが起こってますよね。これ実は彗星の力がすごく強くなっているからと言えると思います。で、その他にも新月にはアスペクトしているものがありまして、例えば7ハウスの魚座の土星とオポジションですね。この土星は今逆行中なんですけど、もう新月の本当に真向かいにいます。で、こうしたエネルギーは、7ハウスというところから来てますから、パートナーシップとか人間関係で境界線、ボーダーを超える、超えない、どうしたらいいのか、このボーダーをうまく整えていくっていう課題と向き合うことになってます。国同士のボーダーっていうのもやっぱり同じですね。今ここも大きな問題になっています。依存、責任の押し付け、いやいや、そっちで、いやいや、こっちで、国同士もありますね。そういう中で犠牲的な関係っていうのは清算していかなきゃいけない。いつもいつも押し付けられている側は、そうじゃないと声を上げることが必要だし、自分自身がいつも押し付けている方だなと思ったら、それを自ら、清算していかないと大きなものになって跳ね返ってる。例えばこう暴動が起きるとか同じようなエネルギーですね。だから今こうちょうどいいウィンウィンの関係にしていくということはすごく大事です。で、ここにお羊座の海王星もいます。これも逆行中で、これももちろんポジションですから、他人とか他の人、他の国、他の民族、全部一緒ですけど、の間で理想と現実のズレっていうのが浮き彫りになります。誰もが調和したいし、寛容でいたいんですけれども、実際に理想と現実はどういうところで折り合っていくのか、これを冷静に見ていくということが大事。この二重のオポジションっていうのは、対人関係、こう対なんとか関係における現実的な視点を見て、心、体、どちらもセルフケアと同じく人間関係、他者との付き合い方、ボーダーをケアするということも大きなテーマになっています。で、今回ですね、後でまたゆっくり話しますが、トランスサタニアンと呼ばれる最も影響力の強い天体、外側の天体ですね、すべて新月にアスペクトをとっています。例えば、9ハウスの双子座の天王星とはトライン、5ハウスの水亀座の冥王星ともトラインをしている。これはやっぱり宇宙が応援しているということで、この1ハウスの、乙女座の新月をということになりますね。例えば、学びとか思想とか社会制度への改革っていうのをどんどん進めていけっていうことですね。教育にも関係してますね。双子座の天皇制っていうのはね。どういう教育システムか、もっと新しい時代に合わせたものに目覚めていこうっていうことも関係してます。で、これは日本人も控えめでなく大きく声を上げていきなさいということを一生懸命宇宙が言ってるような感じですね。個人の主張とか意見をもっとアウトプットしていく勇気。で、これは勇気を持つ人が増えそうです。だから今まで黙ってた人も話し始めそう。そんな感じがしますね。で、水亀座の冥王星の5ハウスっていうのもこれからの子どもたちの養育とか育て方っていうことにも関係していますし、社会構造の変化にも直結していきますし、何よりも5ハウスは自己表現するハウスです。必ずしも派手じゃなくてもいいし、なんなら言葉が苦手な人は歌を作る、曲を作る、絵を描くでもいいんです。その自分の得意なところで自分の思いっていうものを伝えていくということが大事。さらに水亀座の冥王星っていうのはユニークさ、それぞれの国、それぞれの民族、それぞれの人格、子供も一人一人違う。そのユニークさを大切にすることこそが世界が平和。なんか無理して一緒にみんながやるっていうことが、なんかこう調和とかね、古い時代は考えていますが、水亀座時代っていうのは一人一人、それぞれの国、それぞれの人たちの良さっていうものを一生懸命守る。それによって世界が一つになる。それぞれの得意分野をやる。そういうね、枠組みに向かっているんだと思います。で、もう一つですね、私はもう小惑星を読む。これを本当に皆さんに言ってます。もうぜひ、私の個人セッションでは小惑星をちゃんと読みます。みんなに小惑星を読むことで何を伝えたいかというと、人間50歳からまだまだよということなんです。西洋占星術っていうのがどうしても35歳ピークで、だんだんこうね、西洋占星術で習うと思うんですけど、火星ぐらいまでなんですね。人の。だからまあ40、50、で、その後が老後みたいになっちゃうんです。そうじゃなくって、火星以降より外にある、ここが小惑星なんですよ。こっからが人生楽しいよっていう
老後なんてもうまだまだ60歳からどんだけ楽しいのっていう、ここをね、伝えたくて小学生を読んでおりますけれども、まさにですね、小学生の中で私がとっても大好きなプシケという小学生が MC と呼ばれる、ここですね、ここトップの一番上のところ、ここにこれあるのが、プシケというものです。で、一回ちょっと切りますが、これが今あったのを見ていただいたと思います。で、これはですね、セルフの女王と私は個人的に言ってる、セルフなんとかの女王、つまり自力で解決する。私たち自給自足できるのよとか、セルフケアできるのよとか、自分の力でできるのよっていう、それを解決する天体なんです。で、先日もお話ちょっとしました、他の動画で上げている、いて座のベスタが今ね、ベスタがいて座にあります。それからサソリ座のジュノン、これも全部小惑星。これも、どちらも3ハウス、3ハウスから新月にセクスタイルをしてるんですよ。つまり、言葉とか学びとか情報の中に、宇宙からの聖なるメッセージ、これを皆さんは見出しやすくなっていって、その中にいて座的な学び、which is、それは学校を超えた学校で教えてくれないような学びですね。自力で幸せになる方法を教えてくれる学び。それを学んでいく人が増えていくし、自分で幸せになりたい、そういう権利、私たちにそういう権利があるんじゃないのっていうことに目覚めて、権利を主張し始める人たちが、増えていくということなんです。で、何よりもそれが日本の、チャートでは、MC っていうカルミネートって呼ばれるところにセルフの情報のプチケがあるから、日本人って全部自力でできるのよねっていうことを思い出してっていうところにもつながっていくんじゃないかと思います。新月以外にもいろいろアスペクトがありました。例えば乙女座12ハウスの金星が9ハウス双子座の天王星とスクエアとか、10ハウス蟹座の木星とセミスクエアになってるとか、例えば2ハウスの天秤座の火星が5ハウスの水亀座冥王星とスクエア、10ハウス蟹座の木星は8ハウスのお羊座のカイロンとスクエア。これ全部スクエア、セミスクエアを言いましたが、新月以外のアスペクトはほぼスクエアなんです。で、スクエアっていうのは先生術ではハード。なので、すっごく素晴らしいこの可能性があるんですけれども、その背後のところに落とし穴もあるので、ここは気をつけましょうというポイント。ここも皆さん押さえててほしいんですけれども、人間関係では予測不能の揺さぶり、手放しが起こります。突然あなたからあなたが何かを話し出す。自分の意見を言い出す。自分の宣伝をし出すと離れていく人たちがいます。で、ということを予告していますね。それから社会的な評価とか仕事上で拡大の場面があるんですけど、そこでまた怖くなって変わりきれない自分っていうものに対して葛藤していく人もいるかもしれません。で、ニハウスの天秤座の火星っていうのは財産とかもうお金そのものを関係していますけれど、自分の財産、所有、お金の領域で何かちょっと強烈なプレッシャーと不安、どうやって収入、創造性をリンクさせていくかっていうのが問われていく時です。好きなことで収入を得るのはうまく一筋縄ではいかないなっていうことをこう体験するという人もいるかもしれません。さらに社会的な立場と自分のキャリアにおいて一人置いていかれるような傷を感じる人もいるかもしれない。これがそのスクエアのところにある、ひょっとしたらマイナスの意識に働いていく可能性っていうのを示唆しています。これしょうがない。全部トラインだらけのチャートっていうのはないから。でも絶対的にポジティブなエネルギーの方が強いです。今こそ変わっていく自分が。で、その自分を出していくことによって、なんか離れていく人もいるかもしれないよ。でもこうやって前もって分かっていれば、そうなんだな、もうそういう星巡りだ、しょうがないと思えるし、こうやって前もって分かっていれば、そこで動いていかない自分はどうやらがっかりしそう、置いていかれるような気分になりそう、変わりきれない自分が残念、なんでやっぱり変わろうよっていうことをこう前もって教えてくれているんじゃないかと思います。こうした救いの部分っていうのは、今回の新月図のより良き世界や人生への改革のプロセスとしていきましょうっていう時の必須の見直しの項目であるんで、マイナスに取るんじゃなくって、そこはもう通らないとしょうがないのよねっていう、産む前のお産の苦しみみたいなもの、好転反応、変わる前はみんな苦しいんです。これもう全部そう。体に悪いと分かっていてもお酒やめられない、カフェインやめられない、でも頑張ってやめると一回好転反応、手がしびれるとかね、余計落ち込むとかいろいろあると思いますけど、
どうしても人は元に戻そうとするから、そこを変えていった時には、それが元っていう標準になるから、お酒のない人生、カフェインのない人生が。そうなっていった時に、いや別にそれを進めてるわけじゃないですよ。例えばの話ね。だけど、そうなっていった時に、やっぱり今度はまたそこにいようとする。でもいようとするその世界が素晴らしい世界だったら、それに越したことはないじゃないですか。やっぱり変化っていうのはちょっと苦しみを伴いますが、超えていく必要があると思います。そして、天王星、冥王星、海王星、土星の小さな三角形、ずっとここ最近ありますよね。他の動画でも話してます。これは相変わらず今回の新月図でも影響力大です。で、今回の新月図、何よりも素晴らしいところは、前回言っていました通り予告しときましたが、前回の乙女座の新月、今回2回あるからね、からつながっているということです。前回の乙女座の新月図の動画をもう一度見ていただくと、水のグランドトラインが形成されていました。で、そしてその時に今年は乙女座の新月が2回ある理由もお話ししてますので、ぜひご覧ください。で、この乙女座のテーマでの変容を宇宙が何よりも望んでいますよということもお話ししています。この水のグランドトライン、乙女座のテーマでは、心、体、マインド、魂が健康で豊かな人生にみんなが振り切っていこうよ。今のままではそれが難しいから、いろんなことを改革していかないと、それがこう全部一体となっていかないよ。ストレスをまず手放していかなきゃいけないし、一人一人がセルフで自分自身の全てをいたわり、自分のことを自分で面倒を見るということをやっていくことが大事。それは国も一緒だし、自分の国を自分で面倒を見るとか、自分の人生を自分で面倒が見るとか、自分の体はセルフでいたわろうよ。こう全部一緒。そのセルフへの呼びかけがあったわけです。そうするとね、私自身も本当このタイミングでたまたまお声がかかって、海外ウェルネスフェスっていうのが、オンラインでありましてですね、そこにお声がかかって参加していただくことになりました。参加させていただくことになりました。そこはプロのセラピストさんとかナチュロパスさんとか、もうこう、そのプロの体のプロの方たちがいるんです。ウェルネスフェスだからね。なのに、こう、私というマインド、を担当しているスピリチュアリティの私に声がかかったということは、それが一緒に一体となってやっておかなきゃいけないというふうに思ってくださったと思うんですね。これ偶然ではなくて当然の星の流れであると思います。で、通常1ヶ月ごとに変わる新月のテーマが、今年はもう1ヶ月乙女座の新月が続く。今回の新月図には何が起こるのかというと、もう一度見せておきましょうか。実はですね、先生術を私はクラスも教えてますけれども、一番こう大きなエネルギーを持つ、ちょっと待ってね。どうやったらもう一回シェアできるんだろう。よし。はい。一番大きなエネルギーを持つハイパーアスペクトにミスティック・リクタングルというのがあります。ミスティック・リクタングル。リクタングルだから、この長方形ありますよね。これがあるということです。これハイパーアスペクト。さらにもう一つ大きなアスペクトは、カイトというアスペクトで、今回風のグランドトラインとそこにオポジションとして火がくっつくことによって、風と火のカイト、ここですね。ここに、こう見えますか？これゲイラカイトみたいな形見えますよね。これが示されています。ミスティックリクタングルは9ハウスを双子座天王星、1ハウス乙女座太陽と月、ね、新月が絡んでいる。7ハウスの魚座の土星、これはお羊座の海王星も絡んでます。それから3ハウスの伊手座のベスタで形成されている。で、このミスティックレクタングルは今言った通り、双子座、乙女座、魚座、海王星で、形成されているということは、先生術わかる人は、ああと思うように、これ全部柔軟球で形成されています。これはもう社会思想をこう変えていく、柔軟に変えていこうよ。それから現実と幻想の狭間を超えていく新しいビジョンを生み出そうよ。見えるものだけで生きてきた視野の狭い時代とスピリチュアルの橋渡しという意味があります。土星、現実性、海王星の理想とかですね、全部ここに絡んでるわけです。で、カイトの方は、天王星、水星、冥王星のグランドトラインに、いて座のベスタがカイトを形成するということで、これは情報とか発信とか改革が一気に活性化していって、ここから数年で本当の声、宇宙の声、民間の声、一人一人の声、声なき声、
自然の声、動物たちの声というものが世界に届くようになるよ。これ現実を大きく変えるトリガーとなるよという意味なんです。これは素晴らしいです。例えば私たちは選挙制度というのがあって、それは民間の声を届けるためのものですけど、実際っていうのはなかなかそうなっているかというとうんってみんながね、やっぱり思うと思うんですよ。本当に民意が反映されているのかどうか、せっかく選出してもその通り、マニフェステーション通りやってくれないところもあるし、じゃあ何のために選んだのとか、こんだけ民意が反映されているように見えても、実際はこういろんな操作の中でそうじゃなかったり、ですが、この風のグランドトラインと火のカイトとミスティックリクタングルっていうのは、本当に一番こう、下じゃないでしょ、私たち、今、そんなネガティブに思ってないけど、でも、もう分かりやすく言うと、私たち、一番ここにある人たちの声が上に届くっていう、これがカイトとミスティックリクタングルなんです。だから、それが今起こり始めているということなんですね。新しい時代へと変容していくっていうことは、この数年でほとんどの人がなんとなく気がついてるけど、でも本当に現実が変わっていくと、政治のトップが変わっていく。でもそれは本当に民間の声が大きくなったから変えられるっていう、私たちに力があるということ、これはこう目に見えてくる。じゃあ諦めてた人も声を上げてみようかというエネルギーにつながっていくということだと思います。まとめると、セルフケア、自己再定義をする1ハウスですからね、人間関係の再構築、7ハウスとのポジションもいっぱいありました。それから、夢と幻想と現実っていうものをちゃんと見極めるということ。情報のあり方、社会制度の変容を柔軟に受け入れながら、政治の揺らぎにうまく対応していくということ。で、もう一つですね、実は今、風の時代、ボーダレス、ワンネス言ってますけど、この本当の意味を間違えないでねというところがあります。実は今年初めの2025年の星読みの中で、いくつかこう、割と上げてきた中で、目覚めよ日本人的なメッセージが強く現れていますよ、今年はという話をすでにしたと思うんですけど、古い体制を壊すことに時間がかかる政治とか大きな組織においても、今とうとうこう揺らぎが起こっていってる。ね、確かに。起こせるんです。で、そのことが起こるよっていうのもお話ししてました。で、その時にですね、どの動画で話したか忘れちゃったんですけど、いくつか出しましたけど、民間からヒーロー的な存在が生まれてきて、なので私たち民間の言葉がこう届きやすくなるっていうことが起こっていくでしょう。その中で日本人の素晴らしさっていうものにこう気がついていくことが大事だよというお話もしたと思うんですね。私は海外に住んでるからこそ、海外のオーストラリアのいいところって本当にいっぱいあります。大好きな国です。だけど、住んでるからこそ、日本にしかないな、日本人にしかない特質だなっていうのもすごくよくわかるんですね。なのに、こう気づいてない方も多くて、海外の方に憧れているという人もいると思うんですが、いやいや、日本人の良さって私たちからするとすっごい羨ましいの。みんなそう言ってるの。OG の私のお友達とか。本当に日本に旅行に行って帰ってきて、日本人の悪口言う人、一人もいないんですよ。なんて素敵な国だったのって、あの精神って素晴らしいよねってこうみんな言うんですよ。でも多分住んでるとなかなか気がつきにくいかもしれないですね。だからもっとこう誇りを持っていくというか、自分たちの。それがとても大事で、そういうヒーローが誕生していく。で今誕生しつつある流れの中に多分いて、それは特に一人一人が自分たちに対してもっとこう可能性を信じて、私たちのさっきのセルフ、いろんなことが本当はもうかつてできていたし、これからもできるんで、もう一度その可能性について信じてみるっていうことをこう促しているようなチャートなんです。ここに示されている風のグランドトライン、水亀座時代が現実に見え始めることを示していて、これを宇宙視点でメッセージを届けるベスタが、ね、私の大好きベスタもいっぱい動画上げてますが、現実を動かす火のエネルギーの行動力を持ってサポートしている。ベスタっていうのがこのメッセンジャーなんです。こう神から白羽の矢が立った。その白羽の矢が日本に立っているような気もしますね。で、柔軟球、さっき言いました、柔軟球のリクタングルっていうのは時代の変容期を示してるんです。先生術には活動球っていうのが季節の始まりだから、夏の始まり、冬の始まりの星座
が活動級ですね。不動級っていうのは季節のど真ん中ですから、お牛座だったり、5月だったりですね。そういうど真ん中、括弧として頑固なんです。そして柔軟球っていうのは、春から夏へとか、夏から、秋へとか、そういう次の季節に移行する場所にあてがわれていて、その4つの星座がミスティックリクタングルを今取ってるんです。これは特に魚座の土星っていうのはまさに冬から春への3月っていうのを魚座っていうのは担当していて、この間を土星が今行ったり来たりしているでしょ。ね、逆行したり、ちょうどこの境目のところで逆行してるから、なんか冬から春へ、いや戻ったり、いややっぱり春へっていう、春を私たちは求めてるわけですけれども、なんか本当にそこを今やってる感じがします。堅くなさ、なかなか動かなかったものを揺らして手放して、もう次の時代に行こうよっていう、そういうマインドなんですね。いて座と双子座っていうのは、最もしなやかでフレキシブルなマインドを持って、新しいことを受け入れる力を持っている二大サインです。で、乙女座はちょっと堅苦しくて、魚座は安全圏にいたいっていうのがありますが、実はですね、フレキシブルさがないように見えるこの2つも、乙女座は適応力っていうのを持って、臨機応変に物事を処理するの、これピカイチなんです。で、魚座は安全圏にはいたいっていうところはありますけれども、寛容で柔らかく人の意見を受け入れる力を持ってます。なので、この4つの柔軟球っていうのは、世界を次のレベルに変えていくには最適なミスティックリクタングルだということができるんです。本当に改革が促進されていく可能性があります。このアスペクトは間違いなく新しい時代への移行とともに、日本人が、これは日本で1ハウスの、そしてプシケがカルミネートにある、日本人が日本人らしさを取り戻して、本来持っている強みを積極的に生かす意識を持って、もう一度国が生まれ変わるような可能性っていうのを示唆しています。風の時代、ボーダレスの時代、さっきも言いましたけど、よく言われます。ワンネスの時代、よく言われます。でもそれは世界が一つになっていくということかもしれませんが、水亀座のもう一つのキーワードがダイバーシティ、多様性、ユニークさなんです。一人一人のユニークさや特性とか、それぞれの国の良さや個性をなくすことではないんです。みんなで一緒にやろうよとか、みんなでボーダーレスってぐちゃぐちゃに入り混じれて、区別がつかなくなろうよじゃなくて、より強く一つ一つ自分だけの星、先生術でいう自分だけの星はバースチャートの星読みでわかる、あなただけの使命と、あなただけの才能。これを示しますけど、そういう自分だけのっていうのを意識することによって、それぞれが自分の場所を輝かせて守っていくからこそ、本当に平和になるっていう意味なんですよね。日本に行ったら日本の良さが体験できるし、オーストラリアに行くとオーストラリアならではの環境を楽しめる。だから世界は一つになるんであって。本当のボーダレスっていうのは、そういう文字通りの意味での国境をなくすっていうことではないというところに今移ってきているかなという感じがします。数ヶ月前の YouTube の動画でもね、お話ししました通り、海外的な自由な思考の素晴らしいところを取り入れるっていうことは、ある程度は大事で、日本の社会とか仕事場とか教育の場は、やっぱりちょっとストレスが多いかな、そんなに一生懸命働かなくてもいいのかなっていうぐらい確かに働いてるっていうところはあるから、ストレスになりすぎるのは良くないから、そういういいところを取り入れて解放していくことは大切なんですけど、その動画でも話したんですけど、日本の素晴らしい本質を何もなくす必要はない。海外の人のように私たちがならなくてもいいんです。本当に美しいものへの感性、感覚、これ私の大勢の友達がみんな言う日本に行って帰ってきて、なんだあの美しいものへの感性、ここにはないものが日本にはあるんですよ。お土産物屋さんに行っても、もう独特の感性。それからバランスや思いやりの心、それぞれの個性を、ここがポイント、失わずに、なのに共感して調和を取れる力。普通はどっちかになっちゃうのに、これを持っている素晴らしい国だってみんなが言います。今回の新月で日本の1ハウス、乙女座のアセンダント、MC カルニメイトがセルフの女王、プシケが日本のチャートに現れているということで、私たち日本人こそこの質や才能を使って自力で平和な国を構築ことができる。
なんかそのこうロールモデルになる、それぞれの国、あなたたちもできるよっていう感じかな。っていうことを期待されているような社会全体だというふうに、私自身は捉えました。宇宙は日本人の持つ独特の洗練された質にこそ、世界の平和へのリーダー的な役目を期待しているのではないでしょうかと思います。この日本の新月図は、そのようにやっぱり見えてくるかな。で、乙女座のテーマの、心と体と健康っていうのにもこれもつながっていくし、例えば日本古来の和食のバランスとかね、本当に海外のものが入ってくる前は日本人はもっと健康だったような気もするんです。私はその別動画なんかで、50過ぎてから、ね、ずいぶん前ですけど、50を過ぎたのは、過ぎてから10キロ痩せた。なかなかね、難しいんですよ、50期を過ぎてから痩せるのは。でもその時の話もシェアしてるんですけど、基本は毎朝味噌汁、小麦粉よりも米とかもち米ってやっぱり本当に和食に振り切ったっていうことがすごく大きくて、日本の文化ってすごいなと思ったんですよ。日本人であり続けると体も健康になれるってその時に思った覚えがあります。なので、風の時代だからこそ紡がれていくそれぞれの民族や国やこう伝承しているものの素晴らしさを守るっていうことも、一人一人才能を特化して皆さんの個性を守るっていうことも、でそれを育てるっていうことも、全部それを自分自身でやるっていうことに意味があるのだと思います。なので、セルフケア、セルフエスティーム、セルフアシュランス、セルフ、このキーワードかなと思います。最後にこれ本当に私のやっていることの宣伝になっちゃうんですけど、幸せ革命マニフェステーション実現プロジェクトっていうのを私はずっとやっていまして、ここはセルフで始まる7つのステップをクローズドのコミュニティの中で2ヶ月かけて体験していただくんですね。これもやっぱり自分自身で自分を幸せにするためのステップ。これが大事。でもそれを一人でできないから、自分自身が一人で自分の力で幸せになるために、その体質になるためにコミュニティの助けがあるので、コミュニティを作ってその中で助け合いながらやっている。なんかこういうのが本当のこう社会の縮図かな、将来のという気がしています。なので、なんかそういうのもやっています。興味がある方は。まず、ぜひ興味がある方は、オンラインの個人セッション、今、日本から YouTube のおかげでたくさんの方来ていただいていて、本当にありがたいです。日本人の方とコミュニケートできるのが私はもうとても嬉しくて、海外に住んでいても。なので、いつでもお待ちしております。ということで締めくくりたいと思います。最後にね、せっかくなので、やっぱりこのいつも言っています、セプタグラムソウルジャーニー、これも私のもとに降りてきたので、日本人である私のところに降りてきたのかななんて思っているんです。なので、ちょっとここから1枚引きメッセージをしたいと思います。よし、なんだろう。5です。5。水平地図のカードも先生図のカードもいっぱいこの中には入ってるんですけどね、すべてね、私が受け取ったメッセージ通りに、こうエコーとか小惑星のカードも入ってます。これ5です。見てください。両手両足を。これスタージャンプって英語で言うんですけど、英語でスタージャンプって言うと、両手両足を広げてジャンプをするっていうのを小学校の時によくあるんですけどね。スターですよ、スター。さっき言いました。あなたの星を行きましょう。他の人の星じゃなくて。何も調和のために自分自身を失う必要は本当になくて、もっと生まれた星を生きましょう。ぜひ皆さんのバースチャートをとことん生きてみてください。大体皆さんが本当に心からやりたいことっていうのがそれですから。心からですよ。ここがね、なんか頭で考えてるやつは違うかもしれない。心からっていうことがとても大事じゃないかと思います。ということで、素敵な新月をお迎えください。この日食の新月からのエネルギーは半年続きます。ですから、この乙女座の新月をきっかけに、ここから半年の間に、今言ったようなことを意識していただければ十分ですから、焦らなくても出遅れたと思わなくても大丈夫です。ということで、素敵な新月をお迎えください。